564g、トレイごと180度で、もう結局たくさん食べちゃいそう。得した気分です。ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。国産桜鶏胸肉 2kg 入り1108円です。サドルバッグじゃなくなりましたね。川梨ささみ手羽はまだサドルバッグが並んでました。100g あたりは 55.4 円です。ちなみにもも肉は2268円、100g あたり 113.4 円です。賞味期限は1月10日です。4日後ですね。360g、490g、564g、438g、大きい胸肉が4枚入っていました。4枚で 1.8kg でした。564g とかここまで大きな鶏胸肉に出会ったのは初めてです。これからずっとこんな大きいのが入るってことなんでしょうかね。結論から言いますと 564g のは硬いです。もうなんて表現すればいいのかな。ゴムほどではないし軟骨のようなコリコリでもないんですけれども、ひいきめな言い方だと歯ごたえしっかりという感じでしょうか。サドルバッグ 2.5kg の頃は7枚から8枚入っていたので明らかに巨大化してますよね。もしかしたら SDGs の取り組みなのかもしれないと思ってコストコに電話してみたんですけれども、コストコはいつの間にやらコールセンターが自動音声になってたんですね。はいかいいえで答えるしかなく、返金交換希望しますかにいいえと答えたら、ご利用ありがとうございましたと強制終了です。22.5 秒につき10円取られるだけでも不満だったのに、もうね何も解決しませんでした。すべてそぎ切りにして下処理しました。1枚分一番大きかったやつなんですけれども、こちらはポン酢焼きにしました。もうね硬くて残念でした。大きいから硬いってわけでもないかもしれないんですけれども、ちょっとねよくわからないです。400g 前後のものは唐揚げにしましたが硬くはなかったです。他の3枚もそぎ切りにして、コンテナの方はお弁当の唐揚げ用で生姜、砂糖、酒、醤油に漬け込んでおきます。胸肉コクマヨ焼きはフードセーバーでパックして冷凍しておきます。焼く時には片栗粉を入れてもみもみしてからごま油をひいたフライパンで焼きます。冷凍のフィロタルトレット48個入り1798円です。シューマイのような薄い生地のタルトで、具はクリームチーズ&バジルと夏野菜&パルメザンだから冷凍の一口ピザみたいなものでしょうか。原産国はフランス。賞味期限は来年の3月です。約15ヶ月です。花冠型で可愛らしいです。直径は 35mm くらいです。12個ずつトレイに並んでいます。トレイごと180度で18分加熱しました。プラスチックのトレイなので大丈夫かなと心配だったんですけれども、こんなに焼きすぎても大丈夫でした。焼きすぎ感はありますが、生地はパリパリして香ばしく、中はどちらも柔らかいです。お味はもう想像通りピザです。可愛くて一口サイズで食べやすいので、プチパにもおすすめですね。天野屋もち麦おせんべい72枚入り1248円です。1枚あたりは 17.3 円。製造は福島県。賞味期限は5月9日です。約4ヶ月です。12枚入りが6袋です。そして1枚ずつ個包装になっています。直径は 60mm 前後。厚さは 10mm くらいです。もち麦だけのおせんべいではなく、うるち米ともち米にもち麦も入っていますよっておせんべいです。国産米 100% 使用、化学調味料不使用、脂質控えめとのことで、お味も薄味、体に優しいおせんべいですね。
好みの味なのでもう結局たくさん食べちゃいそうですけれども、1枚あたりは42キロカロリーです。出羽弥平有機胚芽米弥平の幻の餅 1kg 1398円です。クリスマス頃に登場、大晦日には見つかりませんでしたが、粉物コーナーの隅っこに少しだけ残っていました。幻のもち米の品種出羽の餅 100% 使用とのことです。贅沢ですけれどもおもてなし用にはいいですね。もち米は山形県産ですが製造は新潟県。賞味期限は11月1日です。購入日から約10ヶ月です。1個が 50g なので20個入りかと思いきや21個入っていたので得した気分です。黒っぽくてつぶつぶがあり、こんにゃくのようなルックスです。両面に十字のスリット入りです。いつも買っている安いお餅と大きさは同じなので扱いやすいです。長辺は 63mm、短辺は 40mm、厚さは 16mm です。絹でついたような手作り餅の素朴な柔らかい食感です。焼いても煮ても美味しいですね。この日の晩酌はサントリー新金麦ザ・ラガー濃いめのラガーです。メニューは鶏胸肉のポン酢焼きフィロタルトレットです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。